はい、皆さんこんにちは。なんだろうな。はいさーい。はいさーい。皆さん Ruby 会議楽しまれてるでしょうか。残念ながらあと2セッションで Ruby 会議は終わりです。最後まで楽しんでいってください。はい。はい、では、セッション始めたいと思います。ですね、Using Ruby in the Browser is Wonderful というタイトルでセッションをします。株式会社ラグザイアの中島です。よろしくお願いします。はい、ですね、まず最初に自己紹介をします。レッドさんというアカウントで GitHub とか X とかでは活動しています。あとですね、主に生息しているのは東京です。で、普段はですね、Ruby とか Rails でバックエンドのアプリケーションを書いて、JavaScript でフロントエンドを書くみたいなそういう Web アプリケーションを作っている人間です。で、次にですね、僕の、所属する会社を紹介します。僕はですね、株式会社ラグザイアという会社に所属しています。で、ですね、ラグザイアには親会社で Being っていう会社がありまして、この Being とラグザイア、今回協力してプラチナスポンサーとして Ruby 会議のスポンサーをやっております。ブースも出してるんですけど、多分このセッションの後にはもうないと思うので、今日はラグザイアと Being の名前を覚えていってもらえればいいと思います。いいっていうか、ありがたいです。はい。で、ですね、今日はこういう話をしていきます。まずですね、RubyWasm の簡単な説明をします。それから僕が RubyWasm に対してどんな貢献をしてきたかっていう話をしていきます。で、3番目に、ですね、これからというか今、どういうことにやろうとしてチャレンジしているかっていう話をしていきます。で、ですね、本編入る前にタイトルを、復習します。Using Ruby in the browser is wonderful っていうのは、要はブラウザで Ruby を決めると気持ちいいを僕なりに英語に訳したタイトルです。で、今日の発表は、僕は Ruby をですね、ブラウザで動かすと、気持ちいいんですね。その気持ちよさがなんかこうみんなになんかちょっとでも伝わってもらえると僕が嬉しくなるっていうそういう発表です。はい。では、本編に入っていきます。まず最初に RubyWasm について説明していきたいと思います。ですね、RubyWasm はですね、2つのパーツに分かれています。これ僕から見た視点なので、完璧に正確な表現ではないんですけど、大きく2つのパーツに分かれています。1つ目がですね、CRuby のバーチャルマシンをブラウザで動かすっていう部分と、あとは CRuby と JavaScript をですね、架け橋になるつなぐ部分の2つのパートがあります。で、まず最初のですね、CRuby を、ブラウザで動かすってやつはですね、これは割とイメージしやすいと思います。CRuby のソースコードを WebAssembly に、コンパイルしてあげて、ブラウザで動くようにしてあげるという部分ですね。で、2番目の、ですね、CRuby と JavaScript の架け橋になるっていうところはちょっとややこしいので、ここは説明していきたいと思います。なぜその CRuby と Ruby と JavaScript の間に架け橋グルーが必要かというと、ですね、差があるからですね。JavaScript にはあるんだけど Ruby にないものっていうものがあります。で、例えば New 演算子ですね。JavaScript では新しいオブジェクトを作るときに、New 演算子を使います。なんですけど Ruby には、演算子としての New は存在しなくて New はメソッドです。で、同じようにですね、プロパティ呼び出しっていうのが、JavaScript にあります。プロパティ呼び出しとメソッド呼び出し分かれてるんですけど、Ruby の世界では全部メソッド呼び出しなので、ここの差は、ここにも差があります。で、次にですね、Ruby をですね、ブラウザで動かしただけでは、できないことがあります。で、それは例えばですね、ブラウザの外側にあるファイルを読み込む、ローカルファイルだったり、URL からのファイルを読み込むっていうことができなかったりとか、あとはタイマーであるとかスリープであるとか OS の機能が必要な部分ですね。これはブラウザは JavaScript 用の API は提供してくれるんですけど Ruby 用の API は提供してくれてないので、Ruby から直接ブラウザの機能を触ることができません。はい。で、
そこを埋めるための架け橋を RubyWasm は提供しています。それが、ですね、代表的なものを3つ紹介していきます。で、最初がですね、JS グローバルという、変数があります。これは JavaScript のグローバルディスと対応する変数で、JavaScript の、クラス定義だとかは、だいたいグローバルから辿っていくと得られるので、得られます。で、JS グローバルがあると JavaScript の世界の値に対して、触りに行くことができます。で、次にですね、JS-eval という関数があります。これは、この名前の通り、与えられた JavaScript のコードを、実行して、その結果を返してくれる関数です。なので、この2つがあれば JavaScript の大体の変数にも触れるし、JavaScript を実行すれば、まあ何でも実行はできるので、まあ、やろうと思えば何でもできます。ただ、ちょっと不便なので、JS オブジェクトという、クラスも提供しています。JS オブジェクトというのは JavaScript のオブジェクトをですね、ラップする Ruby のクラスで、これがあることで、JavaScript のオブジェクトのプロパティとかメソッドとかを、自由に操作することができます。はい、ここまでをちょっと復習すると、RubyWasm には2つのパートがあって、CRuby をブラウザで動かすっていうところと、CRuby と JavaScript の架け橋になる部分っていうのがあります。ですね、この説明をしたのはなぜかっていうと、ここから先の僕の、RubyWasm への貢献の話をするにあたって、どの部分にしてるかって話で、僕はこの2番目のですね、架け橋の部分に対して主に貢献しています。はい。で、ここから第2章とか2番目のテーマに話が移ります。で、僕がどういうプルリクエストを、送っているかっていうのを、送って取り込まれたかというのを紹介していきます。で、ここでは2つ紹介します。JavaScript のオブジェクトを New メソッドで作れるようにしたやつ。それから、JS Require Remote というクラス。この2つを作りました。まず最初にですね、JavaScript のオブジェクトを New メソッドで作れる方を説明します。これがその説明なんですけど、この1枚の絵には今まで説明してきたJS グローバルとか JS-eval とか全部入ってるので、これが結構RubyWasm のコードの説明としてはなかなかいいやつだと思っています。で、ですね、まずですね、僕が New メソッドを実装する前はですね、上のように書かなければいけなかったんですね。Ruby には New メソッド、New 演算子がないので、クラスを入手しようと思ったら JavaScript の New 演算子を実行しなければいけませんでした。で、そのためには JS-eval っていう関数を使います。で、JS-eval に JavaScript の New、ここでは URL search params っていうクラスですけど、を渡してあげると、JavaScript のオブジェクトを生成できるというコードを書けました。で、ただ、これはやっぱりちょっと問題があって、何が問題かっていうと、Ruby のコードの間にですね、JavaScript のコードが突然現れるんですね。そうすると、人間の脳は2つの間を行ったり来たりするの結構辛いので、なるべく Ruby だけで書きたいので、New メソッドを定義しました。で、ですね、これ説明していく、下のコードを説明すると、まず JS グローバルという変数から、グローバル、JavaScript のルートが参照できます。で、その中で鍵括弧でですね、URL search params っていうクラスを参照しています。これ鍵括弧っていうのはちょっと RubyWasm の特徴的な書き方で、これはですね、JavaScript のプロパティを明示的にプロパティとして呼び出すために鍵括弧でシンボルで名前を指定するという呼び出し方をします。で、その後に .new っていうのはメソッド呼び出しです。で、Ruby だと必ずメソッド呼び出しになってしまうので、プロパティとメソッドっていうのはプログラマーがちゃんと書き分けてあげる必要が、RubyWasm で書くときは書き分けてあげる必要があります。で、new メソッドを入れた結果、この、new メソッドを呼ぶだけで JavaScript のオブジェクトを書けるようになりました。でですね、new メソッドの実装は割とシンプルで、ここの右下にあるコードがそれです。New メソッドは JS オブジェクトっていうクラスに定義してあります。JS オブジェクトっていうのは、さっき説明したように JavaScript のオブジェクトをラップしているクラスです。で、ここでは、URL search params クラスの、定義が、
JS オブジェクトでラップされています。それのニューメソッドを呼ぶと JavaScript の、新しい、オブジェクトを生成できます。で、実際の実装は JavaScript のリフレクトコンストラクトっていう API を呼んでいるだけの結構シンプルで、美しい実装になってます。で、これは僕が最初にプルリクエストを送った時はもっとですね、力技で汚いコードだったんですけど、それをですね、家庭の医学さんにこう丁寧に優しくコメントをもらってですね、レビューしてもらって、こういう API を使うといいよというのを教えてもらった結果、こういう綺麗なコードにたどり着いています。はい。ですね、家庭の医学さんのレビューすごく丁寧で優しいので、RubyWasm にプルリクエストを送るっていうのはすごいいい体験なので、みんなもやってみるといいと思います。では2番目に、僕が実装した2番目の機能に入りますと、JS Require Remote っていう、クラスを定義しました。これは Require Relative を置き換えるものです。で、これちょっと説明が、言葉で説明すると難しいと思うので、デモで見せていきたいと思います。はい。そう。デモの説明なんですけど、最初にですね、これからやるデモなんですけど、ターミナル上でまずテトリス、Ruby でテトリスを実装したやつがあるんで、これを、テトリスを実装しました。で、それを動かしてみます。ターミナル上で。で、それをですね、今度は、RubyWasm でブラウザで動くように移植したものがあります。で、これも動かしてみます。で、それのファイル読み込みのところを、見せます。ここまでをデモしていきます。画面ちゃんと切り替わってよいしょ。で、まず、Ruby で、テトリスを動かします。ターミナルですね。ターミナルで動くテトリスです。はい、これ、ちゃんとコマも動くし、回転したりします。はい、結構すごくないですか？拍手していいですよ。はい。で、これをですね、ブラウザーに動くように RubyWasm で、動くように修正したものがあって、そのブランチに切り替えて、今度は Web サーバーを起動します。で、ブラウザを開くと、これはさっきと同じテトリスが、ブラウザでも動いています。で、これを、これの開発ツールでどんなファイルを読んでるかっていうか、これを開発ツールを起動してリロードすると、こうやって、最初 RubyWasm のファイルを取ってきて、その後 Ruby のファイルをこう順番に持ってきて動いているというのがわかります。はい。で、ここでスライドに戻ります。あれこっちか。はい。ですね。Require Relative で動いてるんで、事前に解決してるわけじゃなくて、動的にこのファイルはダウンロードして持ってきています。で、これは、Require Relative で指定している、指定したファイルを順番に取ってきて、動かしています。はい。これはどういうことかというと、JS Require Remote があればですね、Ruby のコードがですね、ブラウザとターミナルで、ドメインロジックの部分ですね。ドメインのロジックの部分がコンパーチブルになるってことです。で、実際にファイル、ディフォルトと3つしかファイル変わってないんですね。まず、index.html。これはエントリーポイントなので変わります。で、それから display.rb。ターミナルには文字列書きますし、ブラウザだと HTML 書くんで、これも変わる。ロジックそのものが変わるんで変わってます。それからプレイヤーインプットっていうのは入力イベントですね。入力イベントもブラウザとターミナルで違うので変わっています。それ以外のゲーム本体の部分のファイル、要は、ここでいうほとんどのファイルですね、は何も手を入れなくても、ブラウザとターミナルでコンパチブルに動くようになります。そう、これ結構すごいと思うんで、ここも拍手してください。
でですね、注意点があって、リクエアリレーティブっていきなり使えるわけじゃなくて、モンキーパッチを1個当てないと動かないです。で、このモンキーパッチっていうのはカーネルリクエアリレーティブをその JS リクエアリボートで置き換えるっていうモンキーパッチがあれば、さっきみたいに動きます。で、そんな感じでですね、僕は今までその RubyWasm にアプリケーションを作るための道具を揃えてきたんで、結構いい感じの環境が揃ってきたと思ってます。なんで、皆さんもこうチャレンジしてほしいなと思います。で、ここまでで多分半分ぐらいで、ちょっと休憩しますね。では次の話に行くんですけど、今まで RubyWasm の説明と RubyWasm にアプリケーションを作る道具を揃えてきたよって話をしてきました。で、その後僕は何をしようかってしようかっていう話をしていきます。ですね、フロントエンドの世界でアプリケーションを作るのも面白いんですけれど、もう一個っていうか、もう一個面白いやつがあるんですね。作って面白いやつ。それは何かっていうと、フレームワークなんです。で、その証拠はですね、こんな感じのリストがあるんですけど、これは僕が知っているフロントエンドのフレームワークをこう列挙したんです。で、すごいたくさんの人がいっぱい作ってるんですね。これはつまり、これ作ると楽しいってことなんですよ。で、いっぱいあるんですけど、全部 JavaScript でできてるんですね。で、せっかくRubyWasm なんで Ruby で作りたい。っていうか多分、世界最初じゃないのっていう気はしています。で、Ruby で作りたいですと。で、あと Ruby でフレームワークを作るんだったら、Ruby on Rails、有名なフレームワークですね、を参考にして作るといいかなと思って作っています。で、ですね、フレームワークってフレームワークだけ作ってもなんかいいのか悪いのか分かんないんで、その前に作ってた書き方っていうアプリケーションがあって、それに組み込んで、どんな風に動くと嬉しいかなっていうのを試しながら作っています。はい。ですね。で、3つ、今のところ3つ機能を作ってます。オートローダーと、レンダリングとイベントバインディングという3つを作りました。で、オートローダーっていうのは、必要なクラスを自動的に読んでくるやつです。この動きだけ見ると Require Relative とは一緒なんですけど、ソースコードを見るとちょっと違って、Require Relative を書かなくてもコードが読めます。1行目でオートローダーを有効にしてあげて、2行目でいきなり App っていうクラスを読むと、App っていうクラスが使えますと。これはどういうふうに作ったかと言いますと、Rails のクラシックオートローダーを参考にして作りました。Rails のクラシックオートローダーは、コンストミッシングっていうメソッドを使ってるんですけど、同じようにコンストミッシングを使っています。ですね、コンストミッシングがいつ呼ばれるかっていうと、このアップみたいな未定義のクラスを読んだときにその名前が、コンストミッシングの引数としてもらえます。なんで、もらってきた、名前を、スネークケースに変えてファイル名にしてあげて、で、require リモートを使ってそのファイルを読んでくるというような動きをしています。後半部分はですね、コンストミッシングは読み込んだモジュールにももう一度指定してあげないといけないので、それを、定義している部分です。はい、で、クラシックオートローダー、Rails のクラシックオートローダーには、階層化された名前をうまく扱えないっていう弱点があるんですけど、もちろんその弱点も引き継いでいます。なんでなんかこの辺は、これで十分なのか、もっと改良が必要なのかっていうのは、もうちょっと使ってみて検討が必要かなと思っています。はい。ではですね、次に2番目の機能としてレンダリング機能をつけました。で、ブラウザで動くんで HTML をレンダリングして書き換えたいっていうのは、よくあるニーズだと思います。で、このメソッドは、書き方の画面を描画するメソッドです。で、一番最後の行で HTML 要素の InnerHTML に作った HTML を代入するっていう感じで画面書き換えてます。で、作るのに使っているのがレンダーメソッドです。
でレンダーメソッドには、ページ名、テンプレート名とデータを渡してあげることで、HTML を生成できています。で、このページっていうテンプレート名を渡したんで、page.html.erb っていうファイルを探してきて、テンプレートとして使っています。で、このテンプレートはですね、一番外側にページっていう div があって、その中にグリッドっていうのがあって、その中にキャラクターっていう、もう一遍レンダーメソッドを呼んで、外側のキャラクターテンプレートを呼んでます。で、これですね、コレクションオプションがあって、使えて、コレクションオプションがあるんで、キャラクターを複数個ですね、レンダリングできます。で、実際に書くとこんな感じになってます。画面の中に、ページがあって、グリッドがあって、その中に文字がいっぱい並んでるっていう画面を描画することがさっきのテンプレートでできます。で、ですね、これの実装は、さっきのオートローだとだいぶ似てて、もらってきたテンプレート名に .html、erb ってつけて、ファイル名にしてあげて、ファイルをダウンロードしてきます。で、ちょっと違うのは、ここでは、真ん中ぐらいですね、JS グローバルフェッチっていう関数、フェッチ API をそのまま使っています。これは、require リモートは使ってないんですね。なんでかっていうと、これは Ruby のスクリプトを読みたいんじゃなくて、文字列を読み込みたいんで、ただのフェッチで十分ということです。で、持ってきた文字列を ERB に渡してあげて、テンプレートとして使っています。と、最後にイベントバインディングについて、紹介します。イベントバインディングって言っているのは、ブラウザでは、アプリケーションを作るときに、このボタンを押したらこのイベントハンドラーを動かしたいっていうバインドをします。で、これって Rails で考えると、ルーティングに近いなと思っています。ルーティングだと get とか post とかのメソッドと、あとはその対象の、URL、リソースとイベントハンドラーみたいな組み合わせになると思うんですけど、それに近い書き方ができるようにしました。で、最初にですね、クリックっていうイベントを表すメソッドを読んであげて、その引数に、コンファームボタンっていうのは、HTML 要素を特定する、CSS セレクターですね、を指定します。で、最後にイベントハンドラーを指定します。イベントハンドラーはこれはプロックを渡せるようになっています。で、Rails のルーティングとちょっと違うのは最後にパラメータを渡せるようになっています。で、これはですね、Rails のルートにも近いんですけど、jQuery の、オンメソッドに結構似てます。で、jQuery のオンメソッドでは第一引数にイベントを渡して、第二引数にセレクターを渡して、最後に、イベントハンドラーを渡します。で、大体こういう時に、無名関数とかを渡すので、この時パラメータとか外部の値を渡せやすいんですね。でも、Rails の書き方だとパラメータ渡しにくいので、パラメータを渡せるような拡張をしています。はい。で、これの実装は、こんな感じで、まず、クリックとかのイベントメソッドをレシーバーなしで呼び出せるようにするためにインスタンス eval を使っています。これはDSL を書くときにはよく使うやつなんで、皆さんも使ったことがあると思います。あとはですね、クリックとかインプットとかスクロールとか、ブラウザにはたくさんイベントがあるんで、イベントメソッドたくさん定義しなきゃいけないんですね。で、ただ、やることは全部一緒で、特定のイベントが来たら特定のHTML 要素と、特定の HTML 要素に特定のイベントが起きたら、イベントハンドラーを呼ぶってだけでやることは一緒なんで、イベントメソッドを定義するためのメソッドを定義して、いっぱいメソッドを定義できるようにしています。で、ここまで3つの機能があるフレームワークに3つの機能があるって紹介してきました。で、これがですね、全部でソースコードにすると120行だけなんですね。そう。こんな、結構、なんですか、抽象的な動きをする、こういうフレームワークみたいなやつですね。Ruby だとたった120行で書けるんですね。フレームワークを書いて、アプリケーションのコードがなんか宣言的になったりとかっていうのって結構すごく気持ちがいいので、
やっぱり Ruby がブラウザで動くっていうのはとてもワンダフルで楽しいことだなとは思います。はい。で、ソースコード本当に120行かよって思う人はここにあるので見てみてください。GitHub のレッドさんの下に、Orbital Ring っていう名前でリポジトリがあるので、ここを見てもらえるといいと思います。最後にですね、僕、オービタルリングって名前、なかなかかっこいい名前つけられたなと思ってるんで、これの自慢をしたいと思います。オービタルリングって知ってる人いますか？あんまりいない。オービタルリングっていうのは、この絵の感じなんです。イメージとしてはこの絵です。ですね、人工衛星の軌道上にですね、リングを作るんですね。リングを作ってそこから軌道エレベーターを垂らして地球と宇宙の行き来をしようっていう、そういう SF のアイデアがあります。オービタルリングっていう。で、そこから名前を取ってきたんですね。で、なんでそうオービタルリングなのかっていうと、オービタルリングがもしあるとしたら、赤道上にできるはずなんですけど、今僕らは人工衛星をですね、時と場合によってその明け方とか夕方とか見ることができるんですね。なんで赤道軌道上にこう人工衛星がずっとつなげたみたいなリングができたら、きっと空にはそれが見えるはずなんですね。で、空にこうなんか線があるっていうのはなんかレールっぽいんですよ。で、地上には Ruby on Rails っていうこうバックエンドをこうで動くレールがあって、空にはフロントエンドで動くオービタルリングがあるっていうこう対比があってかっこいいでしょっていうのがこう今言いたいことです。はい。じゃあ、もうまとめに入ると、今日は RubyWasm の説明をして、その中でアプリケーションを作るための道具をコントリビュートしてますって話をして、で、アプリケーションも作れるし、フレームワークも作れるよって話をしました。で、きっと僕の話を聞いた皆さんはもうアプリケーション、RubyWasm でアプリケーションを作りたいと思ってるだろうし、もっとかっこいいフレームワークは俺なら作れるぞってきっと思ってるはずなんですよ。なんで、それをもう僕にちょっとこう教えてほしいなと思ってます。なんで、みんなも RubyWasm をやりましょう。はい。これで今日の僕の発表は以上です。今日の、セッションは、株式会社ラグザイの提供でお送りしました。ご清聴ありがとうございました。